皆さんお元気ですか？カナダメイプルリッチのエミです。今日の話題は移民問題パート3、日本大丈夫かというお題です。当分の間移民問題の話題はしなくて大丈夫かなと思っていたんですけれども、 X を見ていて、来年から2027年と2028年にかけて外国人労働者を2年間で42万受け入れ、プラス特定技能は80万人というのを目にしてびっくりしました。120万人2年間で受け入れる予定だそうです。現在の法改正もせずにね、しっかりとした外国人労働者に対するシステムを構築せず受け入れたら大変なことになるんじゃないかっていうのが私の懸念です。皆さんもご存知のように、イギリスでつい最近首相であったスターマー氏が辞任しました。多分彼は辞任したくなかったんですけれども、地方選挙でリフォーム UK が圧勝しました。今まで労働党が主な議席を取ってたんですけれども、もう英国民は今現存するいろいろな問題に嫌気がさしてるんだと思います。これを見てて、日本の国会議員は心配しないのかなって私思うんですね。今自民党が結党以来最多となる316議席を得てますよね。でみんなね、なんか自民党の人ね、これにあぐらをかいてるような気がするんですよ。でこれからね 2,3 年の間に日本での外国人犯罪、外国人労働者と地域住民たちとの問題、日本人の生活悪化、それに加えて外国人への優遇措置、そして今の段階で高市政権がいろんな第三世界の国々たちにいろいろな支援を何兆円とかやってますよね。いや本当大丈夫かなってすごい心配してます。私は高市政権を批判しているのではなくて、エネルギーの観点から見てお話ししてます。外国人労働者を私から見てみるとおもてなしするような政策ですよね。自国民の日本人への優遇措置を取らなければ、どんどん国民の不満が高まっていくと思いますよ。でね、どうして日本人は自国の文化習慣をね、子供たちに伝えていかないのかなって思ってるんですよ。で先週カナダは7月1日建国記念日だったんですね。でそれぞれの地域で建国を祝う催し物が開かれていたんですよ。私が住むメープルリッジもちっちゃい町なんですけれどもやってました。で私の孫が通っている保育園では7月1日は祭日なので休園日だったんですけれども、その前の日にカナダ国旗を持たせてカナダの国歌を流していたビデオを娘から送ってもらいました。このビデオを皆さんとシェアするので見てみてください。すべての保育園、学校でこのような行事を行っているのか知りませんが、私はこのカナダ文化を大事にするということを学校で教えてくれるということは大変ありがたいことだと思っています。でね、バンクーバーは本当に人種のるつぼなんですね。でも自分の文化をカナダの人たちに押し付けるという珍事は私は経験していません。もちろんその日本のお祭りとかインドのお祭りとかフィリピンのお祭りとかやってますよ。でカナダ人も行ってますよ。でもなんかこう日本で見るような日本の人たちの邪魔になるような押し付けはしてません。ちなみに孫が通っている保育園もいろんな人種が混ざっています。カナダ人、アジア系、中東系、両親ともにバックグラウンドは様々です。先生方も韓国系の人とかインド人の人とかいらっしゃいます。でもちゃんとカナダの建国を子どもたちに教えてくれてます。で X でね目にしたのが、ある学校ではいただきますとか
あるいはお守りをランドセルにつけないようにという指導があったと目にしました。それ見てね、なんでや思わずねつぶやいてしまいました。皆さん知ってますよね。いただきますっていうのはもちろん作ってくれた人への感謝なんですけれども、自然の恵みへの感謝ですね。でこちらではサンクスギビングっていうのがありますよね。1年に1回自然の恵みへの感謝で、そしてお守りっていうのはその子が無事に育ちますようにという人々の思いが込められてますよね。でなんでこれを禁止するっていうことをある学校でやっているのか、私には全然理解できません。それを言ってる大人の人たちは自分たちが子供の時に何を教えてもらったんでしょうか。すごく残念です。私は差別主義者ではありません。私が望むのは外国人労働者を受け入れるのであれば、今までの育ってきた常識、生活習慣が違う人たちを受け入れるシステムをしっかり作らなければ、もう本当に日本の皆さんがいろいろな被害に遭うのが目に見えているからなんです。エネルギーの法則です。人数が集まれば大きなエネルギーになります。いいエネルギーであればいいんですけれども、そうでないエネルギーが高くなるとどうなりますか。日本に住んでいる皆さん、2027年から外国人労働者の受け入れ2年で120万人になるそうです。今何も問題なく暮らしている人もきっと何か経験すると思います。大丈夫ですか？もう本当に大丈夫であるようにお祈りしてます。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。